やりましょう。 CC やりましょう。私はいつも通りメカノロジストを使わせていただきますよ。パフィンですか？はい、パフィンです。パフィンです。パフィンはハイ C のヒーローのうちの一人。はい。はい。どういうカードを使うんですか？パフィンはですね、メカノロジストなので盤面にアイテムを置きます。アイテムは、主にカッパーコグとゴールデンコグっていうものを置いて、パフィンの能力でゴールドをタップしながら破壊してゴールデンコグに金の歯車に金から生成していくっていうものになっていて、金の歯車だったり歯車がある状態で、アタックアクションにゴーアゲインをつけたり、バフをしたりして、次の攻撃につなげていって、いっぱいコグが並んだ状態で大打点になるカードにつなげていくっていう風な構成になっているっていう形です。コグがあると強くなるメカノロジスト。そう。なるほど、わかりやすい。はい。対してはい、今日は、ジギースターライトですね。オーメン、なんだっけ、オーメンザサード、ジギースターライトオーメンの新ヒーローのジギーを使っていきます。稲妻タレントの、現実師ヒーローで、稲妻のカードと現実師のクラスのカードが使えるヒーローですね。で、今回この武器にこのリアリティリフレクターっていう武器を選んでいて、オーラですねを、2ピッチで5点のアタックとして、オーラを変換できるっていう装備になってます。なんで、このリアリティリフレクターを中心に結構デッキが構成されていて、こういうジギーの、ライトニングリュージョニストのオーラですね。こういうカードを出して、アタックして相手のライフを奪っていくっていうようなデッキになってます。あとはね、稲妻のスネ当てとみんな大好き高速移動のコンボターンをどこで作るかっていうのもちょっと注目していきたいなと思ってます。こんな感じですかね。はい。はい。じゃあ先攻後攻、ダイスロールでよっ7です。7。勝ったらどっちが欲しいんですか？先攻って言いたい気分ではある。10。どうぞ。先行で今ずるくなかったですか？やっぱりね、カードゲームなんではい、じゃあ先手もらいます。お願いします。ターン開始時にまずチュニックにチュニックカウンター1個乗せてスタートします。なるほど。1ターン目からパフィン起動します。ゴールドを破壊してゴールデンコグ作ります。ゴールデンコグ出た時にスチームカウンターが1個の手出るんですけど、クランクをしてスチームカウンター取り除きます。アクションポイントが返ってきます。で次に青ピッチからコグインザマシン使います。コグインザマシンでゴールデンコグを2個生成します。で2個出して1個目はそのままクランク、さっきと同じようにしてアクションポイントが返ってきて、もう1個はクランクしないです。でここで2回目ゴールデンコグを1個タップして、下の能力ですね、デッキボトムにカードが返っていきます。で2回目のクランクを行ったのでパフィンの効果でワンドローします。もうコグがいっぱい並んじゃった。でなるほど。スープアップ、ゴールドが割れているのでゴーアゲインがつきます。2点ゴーアゲインです。はい、2点でブロックしたいです。はい、ブロックされました。じゃあ残りの2ピッチを使ってエアロノートを使いたいと思います。6点です。強すぎるこのカードはコグを3回までタップすることで、プラス1していくことができて、3回目のバフのタイミングで防御しているカードを1枚割ります。でかつ、防御には必ず防具を1枚使う必要があるというカードです。強すぎますねじゃあこうかな。はい。あとこうですか。強かった手札。はい、これで今8点のブロックになってます。はい。ではこのタイミングでは効果は使わないですね。効果ね、使わないです。はい。これはブレードブレイクの装備品なので、
コグをタップする意味がないので、このまんま終了までいきます。はい。じゃあ、クローズ。で、エンド前にはい優先権もらいました。はい。で、手札から1個をプレイします。はい。インスタントオーラですね。で、出たとき1点回復します。はい。どうぞ。はい。3、3、4。で、ターンをもらってチュニック。で、これですね。攻撃するとね、ちょっとあんまり良くないこともあるみたいな話があって、攻撃すると、大丈夫。ゴールデンコグを再利用される可能性があって、あんまり攻撃したくないんですね。これね全部言うじゃん。大事なところなんで、これに、はい、めちゃめちゃ攻撃したくない。どうしようかな。とはいえ、ちょっと攻撃しないとさすがに、みたいな反応なので、攻撃しそうだな。青ピッチ。はい。で、2ソース使って、リアリティリフレクトのここで攻撃します。これが5点です。はい。5点は、ブロックないです。のリアクション。はい。5点食らいました。なるほど。で、インスタントでチリソースを使って、だから線の収束をプレイします。インスタントでプレイできて、ワード2度もらです。はい。さらに手札から、同じカードですね。この2枚目をプレイして、さらに1点回復します。これで角の子にカードを置いて終わりたいと思います。はい。で、ターン開始時にスチームカウンターがないコグは破壊されて、スチームカウンターが乗っているコグはスチームカウンターを取り除きます。チュニックにチュニックカウンターを乗せて、どっちにしようかな。こっちかな。悩ましいからこうしよう。また出た。さっきと同じカード、コグインザマシンで。赤ピッチでコグインザマシン。はい。ゴールデンコグ2枚出します。で、今度は、両方ともクランクして、はい、タップはしないです。アクションポイントが2に増えて、かつ、パフィンの効果でワンドローします。はい、大丈夫です。もう一発エラノート来ますか、もしかして。うん。もう一発エアロノート、下差はあったので、赤ピッチで、はい。コンカ打ちます。6点で、ディフェンスリアクション使えないです。アクションポイント1残ってます。6点。はい、なるほど。はい。ヒットしたときにアーセナルを破壊する強いカード。なるほど。なるほど。このね、ジギー・スタイライトっていうヒーローですね、ディフェンスリアクションにめちゃめちゃ頼ってるので、制服の命令にめちゃめちゃ弱いっていう、ちょっと致命的な弱点があって。手札がね、透けて見えるかのようですよ。いやー、困ったなー。めちゃめちゃ困ってます。困ってるけど、はい。ノーブロックで、はい、これで1、2、3、4で4点軽減して2点もらえます。はい。で、割れた時の効果で、40。こっち、40。はい。これの効果で、エンボディメントブライトニングが1つ出ました。で、コンカーの破壊効果にスタックして優先権をもらいます。はい。そして、アーセナルから、なるほど。プレイ。はい。で、1回コンバット。腐食の星屑ですね。インスタントのオラなので、コンカーが破壊効果の前に、格納庫から腐食の星屑をインスタントでプレイして、コンカーの破壊効果をかわした形になります。素晴らしい。では、アクションカードで、海底からの回収を使います。はい、黄色いカードを1枚裏返してもらって、はい、ゴールドを作りました。で、アクションポイントがまだ1残っているので、スピットファイヤーを
ゴールドコブタップしながら打つことで3点です。うん。はい、リアクション。はい。嵐からの避難で4点ブロックします。はい。では、ターン終了します。はい、赤かった。真っ赤っかなハンドルだった。そう。どうぞ。ターンもらってチュニック。で、このターンもまた殴らない方が良さそうな雰囲気ですね。殴りたくないですね。殴っていきましょう。なんでかっていうと、黄金騎士がね、相手が、パフィンのカードに黄金騎士っていうカードがあって、ブロックした時に、このゴールデンコグを3つ壊して、ゴールドにするっていうカードがあって、攻撃しないことがちょっと得なケースがあるというカードで、めちゃめちゃ攻撃しない方が得に見えるんですが、まあ、殴ってみますか。はい。はい。1して5点です。5点で、は、武器の攻撃なので、稲妻の化身は割れないで残ってます。うん。5点は、3点で守ります。はい、で、2点の件。はい。これで角の子にカードを置いて終わります。はい。もらいました。ターン開始時にスチームカウンターが載ってないゴールデンコブが破壊されて、チュニックにチュニックカウンターを載せますと。で、カッパコブを手札から、これはゴールデンコブと違って2個スチームカウンター乗った状態で場に出るので、1個クランクで取り除いてアクションポイント返ってきます。はい、OK です。パフィンの効果使います。ゴールド終わって、ゴールデンコブ出して、クランクします。はい。2回目のクランクなので、パフィンの効果でワンドロー。よっ。で、そうですね、シーフローサーベージは、相手の墓地に黄色いカードがなさそうなので、自分の墓地から黄色いカードをひっくり返して、ゴールドを作ります。それでさっき黄色いカードをボードに出したわけですね。はい。で、チュニックから、カウンターを3つ取り除いてリソースを1個出します。1リソースから5点ギアターナーです。はい。とするとデッキからカッパーコグを持ってくることができます。5点。難しいですね。うん。ちょっと難しいですね。はい、1点で防御しました。はい。まあ、リアクションまで1点です。フェイトフォーシーンでオプト1、デッキトップを1枚確認します。下に送りました。これで5点ブロックしたいです。はい、5点防がれました。カード1枚余ってるんで、アーセナルに伏せて半壊します。はい。何枚だろう。チュニックダメでターンもらいました。はい。黄色ピッチして、5点。5点は、はい、ノブロです。のリアクションです。5点食らいます。はい。ダメージステップにアーセナルから、流れ去る星風をプレイします。で対象のアタックを選択して、それに続行を付与します。はい。なので、5点の続行に変わりました。で、続行でもう一度行動します。ピッチして5点。で、今度ボルタリスがピッチされたので、稲妻の流動が1つ出ました。はい。これで5点です。これは続行ないです。はい。ブロックないです。はい。こちらもリアクションです。23。はい。じゃあ、これで戦闘を終了して、角の子にカード1枚入れて終わります。はい。ターンもらいます。ターン開始時に、スチームカウンター乗ってないコグ破壊して、カッパコグも維持しないです。
スチームカウンターをそのまんまはい取り乗れて、なるほど。墓地に送ります。はいで、チュニックにチュニックカウンター1個乗せます。で、もらって、パフィンの効果からタップして、ゴールドをゴールデンコブに変えます。で、手札からカッパーコブ、うん。クランクします。ワンドロー。はい。ようん。で、クラッシュサイズサベージを使って、カッパコブをスクラップすることで、ゴーアゲインとゴールドを1個生成します。なるほど。3.5アゲイン。じゃあその追放するためのカッパコグが欲しかったから壊したわけですね、ターンの最初に。なるほど。しなかった。なるほど。難しいですね。はい。じゃあ3点でブロックします。はい。お、強いカードでブロックしてきた。じゃあ、スカイスキマを使って2点。ブルースカイスキマ。そう。なるほど。まあ、それがね、つくかな。はい、ノーブロックです。はい。じゃあ、コグを1個タップして、5アゲインつけます。はい2.5。じゃあ、ダメージ解決までいきます。2個ワードが割れて、これですね。食の星屑が、闘技場を離れるときに相手に技術ダメージが1点出ます。食らいます。はい。で、続いて、4点です。コグをワンタップすることで、プラス1か5アゲイン。ハンドはまだ2枚。2枚。2枚も残ってる。全部食らったからね。ライフがだいぶへこんでる。はいはい。じゃあ、コグをワンタップして5アゲインをつけました。4点です。はい、4点もらいました。1、2、1、2、4、はい。 36。最後に、コグワークスの飛行船を2ピッチ使って4点、青です。はい、これはどういうカードですか？これはヒットしたときにコグをタップすることでゴールデンコグを1個生成するという効果と、あと下の効果はターン中2回インスタントでコグをタップすることでプラス1することができます。はい、ということは、まあ、2個あるから6点までは伸びる。ヒットするともう一回出てきたコグがクランクされてもう一回攻撃してくる可能性もある。可能性もある。はい、なるほど。まあ止めますか。止めた方が良さそうですね。はい。おお、すごい。はい。さすがにブロック3点ブロックだと5になってヒットして1個出てきてスピットファイヤーがついてきて8点になる。はい。まあブロックしますか、はい、素直に。はい。じゃあパスです。はい、4枚引きます。どうぞ。ターンもらいます。エンボディメントブライトニングが割れてボンヤフラッシュ4点のところです。このタイミングではい、装備品2枚でブロックして、はい、こっちの装備品ではブロックしたときにゴールデンコークが1個出ます。はい、OK です。はい、で、3。こちらリアクションないで1点。はい。じゃあ、ボンヤフラッシュのダメージステップで、1個をプレイします。出たとき1点回復して、この効果で手札に戻りました。はい。で、続行がついているので、レゾリューションステップで続行が解決して、アクションポイントが返ってきました。はい。返ってきましたが、まあ、とりあえず抜いてみていこうかな。はい。はい。格の子に止めて終わりです。もらえます。はい。スチームカウンターが乗っているコードはスチームカウンター取り除いて、ないやつは破壊。で、チュニック。1ピッチからコブ2個作ります。プレイにスタックで。なんとハモンショウさんをインスタントで捨てます。ハモンショウさんが手札にあるときにこのインスタントでこれを捨てることで、このターンアクションカードが1つ以上のトークンを作成する場合、代わりにそれから1引いた数生成されます。はい。1個しか作れない。
じゃあ1個作りました。もちろんクランクはします。はいで、下の効果でタップして、下にデッキボトムに送ります。で、パフィンの効果を使って、ゴールド割ります。はい。ゴールデンコールで、クランク、2回目のクランクなんで、ワンドロー。では、1リソースで、ダブテイルですね。コグワークスのダブテイルは、ヒットするとコグが全部起きます。はい。で、3回までコグをひねることができて、プラス1か5和減をつけることができる。5点は5点です。手札はまだ2枚。はい。ノーブロックです。ノーブロックですか、はノーブロックですかちょっと守れそうにないので。賢いかもしれない。じゃあ、プラス1プラス1 5和減で7点5にしました。はい。じゃあ1点軽減して6点もらいます。はい。3、4、5、6。ヒットしたので、コグが全部起きます。はい。すごい。が、しかし、スナッチ。4点です。ヒットしたらワンドローです。手札が1枚まだありますね。はい。とはいえ、ノーブロック。はい。じゃあ4点。リアクション。はい。デッキトップを見ます。そのまま。はい。はい。おしまいです。はい。どうぞ。はい。じゃあターンをもらいます。まだライフは追いついてない。格納から5円フラッシュ。でします。です。このフラッシュ。4点。こちらは、どうだそうだな。2点でブロックします。はい。ノーリアクションです。はい。じゃあ、2点。2点。はい。ダメージステップで、瞬き、ブリンクを、瞬きをプレイします。はい。アクションポイント1つ得て手札に返ってきます。まあ、実施続行ですね。再度5円フラッシュになります。4点です。4点ですね、それは。はい。ノーブロック。ノーリアクション。15。半分になった。ダメージステップで、ライカの際なりかな遠なりかをプレイして、その効果で鬼発射が手札に戻りました。これでターン終わりたいです。はい。もらいます。スチームカウンター乗ってないんで、コグは破壊されて、チュニック。カッパーコグを手札からクランクします。はい。ポリー、クランカ。はい。はい。これは、パフィンの洗い、専用の洗いなんですけど、相棒。はい、アクションでタップすることで盤面に出てきます。そして、なんとクランクができるので、2回目のクランクをここで稼ぐことができて、ワンドローすることができます。はい、OK です。助けてくれた。うん。じゃあ、1リソース、チュニックからカウンター取りに置いて作って、5点。はい、ノーブロックです。はい。じゃあクラウドスタッフですかね。そうですね。フォアゲインつけた。じゃあ4点もらいます。はい。守ってこなかった、たくさん手札があるのに。強いターンの香りがしますね。じゃあちょっと無理をして1ピッチして5点。はい。ギアターナーですね。カッパコグをデッキから持ってくる5点です。手札を削りたいという意思。ジギーのライトな部分を見せるか。ノーブロックでリアクションまで。はい。はい。おお。4点ブロック。1点はい。じゃあ1点。としたので、ギアターナーの効果でカッパコグをデッキから持ってきます。よいしょ。はい。じゃあ、フルお願いします。で、はい。クランクはい。します。アクションポイント返ってきたので、スピットファイヤーで2点です。はい。その2点はそのままもらえます。はい。で、パスです。はい。どうぞ。はい、ターンもらいました。もらいましたが、ちょっと難しいんだよな。アーセナルのカードがね、い
いつも帰ってくる常に強引やフラッシュではあるんですが、それはあれなの、時期を回す上での一つのあれなんだね。そうですね、この強引やフラッシュを大事にしたいデッキですね。ただちょっとポリークランカーを倒したくて、まあ倒さなくても、これはね絶対倒さなきゃダメこれね絶対倒さなきゃダメで、実はなのでそうなんだ。ポリークランカーを倒さなきゃいけないので、それがいいかな。じゃあ攻撃しようかな。ピッチして、制服の命令をプレイヤー6点です。なるほど。1ピッチ余っていて、チュニックも溜まっていて、アーセナルのカードは知ってるんだけどアーセナルはね行き来してる高速移動。なるほどね。なるほどね。ただポリーを狙ってこなかったので6点で防ぎます。でブロックしたときに、海底の財宝の効果で黄色いカードがない。こちらにはないです。ある。はい、はいひっくり返してゴールドを1個見ました。6点でブロックしてます。はい、OK です。じゃあノーリアクション。はい。はい。じゃあダメージステップで、流れさらして、続行をつけました。なるほど。星壁で続行をつけて、で、続行解決します。はい。で、チュニックから2リソース使って5点でポリを起こします。ポリで合ってますか？はい、ポリです。はい。ポリは落ちました。はい。これでターン終わります。はい。ターン帰ってきましたが、相棒がいない状態でターン帰ってくる。じゃあカッパーコグからスチームカウンターを取り除いて、チュニックカウンター乗せました。止まりました。止まりましたが、はい、スカイスキマの4点。はーい。こちらは、ノブロック。はい。リアクション。で、4点リアル。うん。嵐からの避難。その子は実は2択あるんだよね。5にしたっていう。5にしたっていう。1個タップしてフォアゲンじゃなくて5にします。なるほど。これって一旦1回までです。じゃあもう6個はつかない。はい。困りますね。それはそれで困るな。続行つかないんだもんな、もうな。うん。入れるか。はい。効果は入れ替えなし。はい。じゃあこれでターン終了します。3枚引きます。3もらって、チュニック。はい。ピッチして、セーフの命令。うわアーセナルは知ってるけど、強いカードすぎる。はい、6点で。はい、じゃあノーリアクションで。はい。お互い制服の命令になんかもじもじした。そうね。困ったな。カッパコグが割れてチュニック乗せますと。困りましたね。ゴールド割ります。2ピッチでワンドロー。はい。よいしょ。で、制服の命令6点。お互い根幹になんかもじもじするゲームになってきたな。そうですね。強いカード。はい、6点でブロックします。はい、リアクション。はい。いやー。パネルで10です。
いやーなくなっちゃう？はい。なくなっちゃいそう。まあ次のね、ゴーニアフラッシュが来るでしょう、そろそろ。どっちの方がいいかな。はい、大丈夫です。はいじゃあこれで6、7、3点、うん。1、2、3で、パメルの効果で1枚捨てて、今回の効果で捨てました。はい。でターン終了です。はい。4枚引きました。どうぞ。チュニック貯めて、パス。はい。ターンもらいます。チュニックにカウンター乗せました。チュニックから1リソース生み出して、コグインザマシン使います。はい、どうぞ。コグを2個作ります。クランク、クランクで1個タップして、デッキボトムに戻しました。アクションポイントが2になって、パフィンの効果でワンドロー。よいしょ。で、4点ワンタップすることでプラスが5上げです。で、今アクションポイントが1残ってます。ノーブロック。はい。4点もらいたい。はい。じゃあ、1、2、3、レゾリューションステップで5上げつけます。はい。で、だいぶ押し込みたさはある。ですが、ゴールデンしたアクションポイントに戻ってきて、はい。3個1残って7点。なるほど。アクションポイント1。防御にね、強みがあるカードですけど、普通に打っても打点は高い。はい。じゃあ、4点。リアクション。あ、リアクション。で、フェイト星にして、デッキトップ見ます。はい。下に送りました。はい、これで7点ブロック。はい。じゃあ、アクションポイント1残っているので、3点スピットファイヤーです。はい、ノーブロック3点ブレイクします。で、おしまいまで。はい。どうぞ。ターンもらって、チュニックになりました。そして、スペクタルマニフェステーション。強い。他に幻術師のオーラがないときに、スペクタルシールドを作って、プラス1カウンターが3つ乗った状態でパンに出ます。で、そこを、チュニックから右ソース使って、8点。8点。リアリティリフターの5と、プラス3で8点。8点で間違いないですか？はい、8点でお間違いないです。はい。8点はですね。お、これですね。ずっと言ってた。ゴールデンスカイワーデン使います。ブロックしたときにガルバナイズの効果でゴールデンコグを食べて、防具値がプラスされながらゴールドを作ります。はい、で、ゴールデンコグを、ガルバナイズしたときのみこれを繰り返すことができるので、どうぞ食べて、ゴールドを2個作って4で守ります。はい。ノーリアクションです。はい。じゃあ4点。はい。11。はい。じゃあ角の方に置いてカードを置きます。はい。もらいます。にカウンターを乗せて、こっちをかけました。で、パフィンの効果から、パフィンを使って、ゴールドを1個割って、ゴールデンコグ、クランクして、アクションポイント返ってきます。フラッシュザーサル1を使って、スクラップ、カッパーコグをスクラップすることで、フォアゲインと
ールドを1個作ります。うん。 3.5 アゲイン。手札は残り2枚ですか。2枚。本当は守りたいんだけど、どうやら守れなそうな雰囲気なので、本当は守りたいんだけどな。8点がいるからね、そこに。守れなそうだな。はい。ノブロックです。はい。じゃあ、3点。1点軽減して2点もらいます。で、青のスお使って2点。ちょっと守れたかもしれない。ジャックパンチ。ノブロック。はい。じゃあ、ゴールデンコークタップして5アゲインつけました。30。はい。で、4点。ああ、やっぱ守れなかった。ゼロピッチでね、結構ダメージ出せてる。まあ、スピントです。はい、ノブロックです。はい。5アゲイン。1、2、3、4。で、最後。スピットファイヤーで2点。あ、1点損した。おお。3点だと思って、はい、大丈夫です。おしまいです。強いカードで防御した。1点損した。4枚引いて、どうぞ。はい、ターンもらってチニです。なんでかというと、もう1枚あるんだろう。4点です。そんなこったろうと。はい。じゃあ強いカードでブロックします。3点ブロック。はい。ダメージステップ。稲妻の3点効果をプレイします。はい。そして、このターン、インスタントをプレイするとアクションポイントが1得られます。手札からレストレスパーレステスプレイして、効果で手札に戻ってアクションポイントが1返ってきました。続けて4点。強い。3点でブロックにして1抜け。ダメージステップで回収した。はい、続けてさらに4点。打ってくる。なるほど。打ちます。もう削るか、さすがに。はい、いけました。5。はい。じゃあ、戦闘を閉じて、1リソース余ってるので、基本の仕草の効果をプレイします。1リソース払って、シールドが1個出ます。これで終わりたいです。はい。よいしょ。3もらいます。はい。スティームカウンターがないコグが割れて、チンクにカウンター乗せました。あれは割りたい。あれは割りたいけど、ほい。青ピッチして、変化6点。うん。ちょっと考えます。はい。ちょっと難しいけど、これでいいのかな。じゃあ、じゃあこれで6点、5点、ブロック軽減して1点もらいます。はい。5。おしまいです。じゃあ、エンド前に、これが壊れた時の効果で、1リソースとアンプ1が、振りました。で、アンプ1あるので、手札からコズミックデュアリティを捨てます。インスタントでこれを捨てて、1リソースでこれを捨てて、相手にアーケン1点と、ライトニングフロー、稲妻の流動が1個出ます。アンプが乗って2点のアーケンダメージです。食らいます。はい。どうぞ。はい、ターンもらってチュニックを貯めました。ライト、形状の一撃を7点でプレイします。7点。強い。7点強い。6点。はい。これで格納庫に置いてカードを終わります。はい。格納庫にカードを置いて終わります。はい。チュニック。3、4。チュニックからリソースを出して、コグインザマシン。はい、どうぞ。コグを作って、クランク、クランク。パフィンの効果でワンドロー。はい。アクションポイントが2です。で、ゴールドを1個使います。はい。リソース払って、ゴールドがあってワンドロー。もう一回。これでゴールドがなくなった。はい。ワンドロー。引いてください。なるほど。1。
ダブテイル5点です。2個あるんですね、これがね。うん。私もあるのか。うん。アクションポイントが1はい。残ってます。はい。6点でブロックしました。はい。じゃあ、インスタントで5分2個タップして7にしました。はい。じゃあ、こちらもインスタントで、スターダストスパイクをインスタントでプレイしました。はい。じゃあ、ワード2。はい。ワード2だから今8ですね。6と2ですね。はい。OK です。はい、じゃあ、守られました。はい。じゃあ、これの効果で、これが割れて、1リソースとアンプ1が出ます。はい。アンプ1。怖いワードですね。はい。じゃあ、ターン終了までいきたいです。エンド前に、手札から、腐食の星屑を1リソースからプレイ。はい。で、そのままジギーの効果をプレイします。はい、青ピッチして、タップ。ライトニングフローを1つ壊して、ホロカウンターが乗ってないライトニングウォールを1つブリンクします。場から離れて戻ってきます。場から離れたときに、アーケンダメージが1点と、スターダストスパイクの1点が乗って、2点のアーケンダメージです。2点のアーケンダメージ。アーケンバリアがないので、負けです。ありがとうございました。青いカードをゴールドで引いてきてしまいましたね。多分2周目の頭っすよね、今ね。そうだね。僕、これがね、最初にピッチしたカードなんですよ。なんかスタッキングの頭になってて。こっちはまだね、1周してないね。ああ、なるほど。これがまだ見てない。一番上に来てるから。はいはいはい。赤い。そうですね。僕、こっち側が多分、最初にピッチした、そう、リップラーウェイと、あれなんで。2周目の、あれか。ここが2周目だから、ギリ1周目の終わりぐらいか。でしたね。強い。ジギー。攻め手が多いですね。最後、ライフ詰めてくると、アーケンで焼いてくるっていう。そうですね。パフィン側がアーケンバリアを装備してなかったので、最後、この、スターダストスパイクと、星屑うがちと、腐食の星屑のコンボと、コズミックデュアリティですね。手から捨てて、アーケンダメージの。ここで、最後何点削ったの ?1、2、3、4、4点と、これが離れた時も1点出るんで、計5点分、アーケンダメージ出したんで、実質的にライフが35とかぐらいしかないようなスタートにはなってましたね。そうですね、そうですね。あと、途中で出てきた、スペクトラシールドにカウンターが3つ乗った状態。あれがやっぱり、盤面圧はすごいですね。今回はうまく手札を残しながら割りにいったっていう形ではあると思うんですけど、あれが残っちゃうと優位な状態で試合をする。そうですね。パフィンみたいななんか攻撃したいハンドとなんか守りたいハンドが来るヒーローで、手札がディフェンスリアクションだらけの時とかに、これが出ると急に取れなくなって結構ゲームが一方的に展開になることはありますよね。そうですね。構造的に言うとパフィンはミッドレンジよりはちょっとアグロ寄りなはずなので、イリュージョニストに対しては有利つけれるんですけど、今みたいにうまく守ったりコンボのターンでライフレースをやれるようになると全然有利もまくれる。そうですね。やっぱ高速移動のバリューがすごい高いので、今回もコンボターンでかなりライフを最後押し込んで、アーケンでとどめを刺すみたいな形になったんですけど、この高速移動と勝負しようとするといろんなヒーローが結構なかなかバリューが追いつかないっていうのはありますよね。これ出し入れしたら多分20点ぐらい出てるから強いですね。アグロのパフィンより一旦のバリューが高かったかもしれない。対してなんかパフィンはコグがいっぱい出たターン、最初エアロノートからスタートして、コグがいっぱい出たターンにちょっと青いアタックアクションカードとかが絡んだところでちょっと火力が下がった分の
なんか5点ぐらいな感じはしますよね。そうですね。この、ゴアゲームをつけたり、バフをしたりするカード自体が青かったっていうところで、重ねて最後に出てきたゼッペリンも青かったっていうところがかなり痛いところではあったんですけど、そうですね。まあ試合の中でパフィン自体はゴールドであったりゴールデンコグがない状態を作らないっていうのを意識して回すっていう形にはなってるんですけど、その中でなるべく赤いアタックアクションを打てるようにするっていうのが動かし方ですね。とはいえパフィンでドローするときに赤か青かドキドキしながらドローできるっていうヒーローなんですね。そんなところですね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。